はい、皆さんこんにちは、ゆりこです。今ね、私はこうして、コーヒーをね楽しんでいます。じゃーん。今日のポッドキャストのお供はカナダのねフォロワーさんにもらった、メープルクッキーとサンフランシスコのね、お土産をいただいたチョコレートのね美味しそうなチョコレートをいただきました。ちょっとねこれを食べながら皆さんと一緒に話していきたいんですけど、ちょっとなんかフォーカスが合わない。あった。そう、今日はね日本のね自動販売機についてちょっとね皆さんにお話ししていきたいなって思ってるんですけど、ちょっとねこの自動販売機のトピックについて2つ話したいことがあります。はい、よく海外から日本に来られる方をねこうフォローじゃなくてツアーとかをする中でね、やっぱり結構ね自動販売機が好きなね海外の方って結構多いかなって思うんですね。でそう日本の自動販売機見ると写真撮りたくなるとか、やっぱねこんなね田舎なのに自動販売機があるのはすごいとか、ある意味ね鉄道とかコンビニエンスストアとね並んで日本のね自動販売機って本当驚くよねみたいな話をしてくれるんですけど、何？にゃー、おいで。そう驚く話をしてくれるんですけど、驚いたみたいな話を皆さんしてくれるんですけど、そう日本のちょっとねモンチと遊びながらじゃないといけないので、これ遊びながら話すんですけど、日本の自動販売機ってやっぱりすごいよねみたいな話をみんなしてくれるんですけど、ちょっとね最近鎌倉で悲しい事件が起こりました。それは私がね子供の頃に毎日放課後、友達とね遊んでいた海浜公園っていう公園があるんですけど、そこのね海浜公園にいくつかね自動販売機があって、そこの一番ね人通りがあるところの自動販売機の、現金投入口がなんと破壊されて現金が盗まれてしまったっていう事件がね、起こりました。4月のね19くらいにそれがね発見されたっていうふうに言われてます。で結構ね X 上ではこれが結構問題になってて、やっぱね鎌倉ってやっぱみんなにとって楽しい場所というか、海外の人だけじゃなくて日本人もね本当に結構東京から一番身近にある観光地だと思うので、鎌倉は結構ねみんないろんな思い出がねやっぱあるし、鎌倉に対して、憧れを持ってくれてるね日本人も多いので、みんなね鎌倉に対して楽しい思い出しかないから、そんなね鎌倉もねついにそんな治安が悪くなってしまったんだとか、あとはやっぱ外国人の方がやったんじゃないかみたいな風なね、そういう風に意見を言う人もやっぱりいるようでした。そう X で結構日本もねもうついに変わってしまったとか、やっぱ外国人のせいだろう的な感じでね、やっぱ言う人は結構いたかなって感じです。でも個人的な意見としては、そう一般的に自動販売機の盗難っていうのは窃盗か、被害総額としては数千円からね数万円って言われてるんですね。でそう20年ぐらい前に鎌倉の、梶原っていう場所があって、そこのね AMPM っていうね謎のねコンビニエンスストアがあって、そこでもねATM が実はねガラス壁面ごと破壊されて、で現金764万円だったかながもうATM ごと壁ごとね全部えぐり取られて ATM がね盗まれるっていうね大事件があったんですけど、その事件の時はね実はその犯人って結局どうだったんだろうって思って昨日調べてたら、実はねその犯人は暴走族の方だったみたいです。でねやっぱ専用のそういう器具を持ってる暴走族の人たちが、組織ぐるみになってどうやらそういうことをやっていたみたいですね。で私的にこの事件は総額何億円っていうね金額をね彼らは全部盗んでいったわけなんですけど、自動販売機の盗難って、1台あたり数千円のこともあるし、数万円の運が良ければ数万円だけど、3台さ壊したところでさ
まあそれってもしかしたら3万円の場合もあるし、運が良ければね30万円近いこともあると思うけど、でもなんだろう、それをさやろうって思ってしまうっていうことはさ、なんかよほど本当にこうもう切羽詰まらないと普通やらないよねっていうか、なんだろう、結構ショックでしたね。なんかそれが別に私はそのなんだろう、外国人の人がやったとか、なんかまあ日本人がやったとかそういうことはちょっとどうでもよくて、ただなんでわざわざこんなねみんながその好きなね場所、鎌倉っていう場所でそんなねひどいことするんだろうなっていうふうには、まあ、ちょっと思って悲しい気持ちになりました。自分のね両親の、空き巣に入った犯人も捕まってないし、その人もね動画で言ってないんですかったんですけど、実はね土足で入ってないんですよ、家の中に。ちゃんとね靴を脱いで入ったんですよ、その人は。だから多分なんだろう、こうやって決めつけるのは良くないと思うけど、でも日本人の可能性高いんじゃないかなって。多分なんだろう、普通さ泥棒だったらさ靴のまま入るよね、急いでたら。でもさわざわざ靴脱ぐってことはさ結構やっぱ礼儀正しい人なわけじゃん。だから日本人なんだろうなってやっぱ思ったし、そう、外国人ってねなんかそういう風な事件が起こった時にすぐにね決めつけるのはやっぱ良くないなっていうのは、個人的な意見としてあります。ただねその、金額はどうであれ、とにかくねこういうことが起こってしまうっていうことはやっぱ社会全体としてすごくね心が貧しいなっていう風に感じました。やっぱ日本ってさある程度のさ生活もそのある程度の生活はさ保障されてると思うけど、でもやっぱそういう行為にね及ばないと、やっぱりいけないぐらい切羽詰まったのかなって考えたりもするし、なんだろうな、そうなんかある意味その組織ぐるみで何百万円単位を盗む人たちよりもなんかよっぽどこう結構厳しい現状なのかなというか、鎌倉に住んでいる人なのか遠くから来た人なのか分かんないけど、数万円とかのためにっていう言葉はその別にお金の価値を低いというふうに思ってるわけではないですけど、もちろん私にとっても数万円は高いですけど、でもなんかそのためにそのそこまでする物を壊してそんなことする必要あったのかなって、よっぽどさ切羽詰まらないとそういうことしないのかなって思ったりもするので、ちょっと悲しいなっていう風な気分になりました。そうね、もんち。そうで、ちょっと悲しい話になっちゃったんだけど、もう一個が話がね冒頭に戻るんですけど、今ね私はね無料でコーヒーを飲んでいます。でねその理由はこれをね見せたらみんなも思い出すかもしれない。じゃーん、見えますか？日本の新しいお札です。1000円といえば何でしょうか1000円飲み物、そして今私が話しているのは自動販売機。はい、何だと思いますか？モンチ分かった？はい、モンチ分かったみたいです。正解はねそう先日のね YouTube ライブで実は大仏のあたりをね歩いてた時に自動販売機にお金を入れたんですけど、新札をね、そしたら出てこなくなっちゃったんですよしかも使えないし、どうしようみたいな、私の入れた千円札どこ行ったみたいな。多分その時の動画をねちょっと簡単に流すとこういう感じです。はい、どうぞ。I want to buy carpet water. 待って。But I have only. Okay. I'm not sure I can use new money. お、いいね。待って。待って。You saw me. I enter my new money. But oh my god, やばい。they
Did you see I enter my 1000 yen in this place? 見たよね。I can call the number, but I have to stop this live streaming. どうしようかな。Okay. Maybe they will the live, yeah, the live. Maybe they will back to me my 1000 yen. Yay! Okay, so. そうで、私のね1000円札が取り込まれたんですね。そして私は近くにね書いてあった電話番号に電話しました。でそしたらそうだったんですねって言ってくれて、郵送します、お金を郵送するので住所を教えてくださいって言われて、言われた通り住所を教えてました。でね、それね完全に忘れてましたそしたら今日そうツアーが終わった後に無性にコーヒーが飲みたくなって、コーヒー飲みたいコーヒー飲みたいコーヒー飲みたいって思いながら歩いて帰ってきたのね。そしたらたまたまポストの中に身に覚えのないコーヒーが入ってたのね、封筒の中に。でも最初なんかよくわからんけど、やったみたいな、よくわかんないけど誰かがコーヒーくれたって思って、すごい超テンションが爆上がりしました。でもちょっと誰かわかんないしね、なんか暴走族とかがさ、私が自転車についてのさ、自動販売機についての投稿をインスタグラムに上げたから、暴走族がなんか私の住所とか特定して、もしかしてその脅しのためにコーヒー入れたんじゃない、毒入りのコーヒー入れたんじゃないかなとかいろいろね、すごい推測しました。だけどまあなんかとりあえず飲もうかな、飲みたかったから飲もうと思って、そしたらなんかふと点と点が線になって、はっみたいな、そういえば自動販売機といえば私1000円を入れたなって思ったの、思い出したの。1000円をね、自分が間違えて入れちゃって、それがいつか帰ってくるっていうふうに言われてたことを思い出して、あ、これそれに対するお詫びのコーヒーなんだってね、さっき気づいた。でコーヒーは大道コーヒーがなんと3つも入ってました。そうでお手紙が入ってて、なんかお詫び申し上げますっていうのと、このねピカピカの1000円をね入れてくれましたね。で私はねこの2つのね事件を通して、この2つの事件を通してやっぱり日本の自動販売機って素晴らしいし、自動販売機の人は私が電話した時に証拠とかね見せろとかも言わなかったんですね。でもそれってすごい信頼だなって思ってて、やっぱ日本ってベースとしてそうやって人と人が信頼するっていう、そういうね文化的背景があって、その上にねこういう平和な世界が成り立っているのかなって思うので、やっぱねなるべくねそうやってその人の信頼を踏みにじるような、なんか誰かが見てないからこういうことをしていいっていう風に、感じてそれを行動しちゃうっていうのはなんかちょっと悲しいのかなっていう風な気持ちになりました。そうだからみんなは日本の自動販売機好きですか？そしてこの事件についてどう思いますか？というかね、この1000円の件に関しては皆さんへのご報告でした。ぜひねライブ見てない人はね見てみてください。はい。というわけでね、今日は私の身の回りで最近起こった
自動販売機に関するトピックでした今日もね私の、グダグダしたねポッドキャストを見てくれて本当にありがとうございます。ところでね、この見て、見える？このねチョコめちゃくちゃ美味しいです。なんかアーモンドが中に入ってる。はい。というわけでね、今日も私の YouTube を見てくれて本当にありがとうございます。それではね、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。